こんばんは、コーヒーブルです。今夜は道の駅について話していきたいと思います。私すごい道の駅大好きで、ドライブだとかして旅先で道の駅見かけたらもう必ず入るんですけど、結構近距離に2軒ぐらい立て続けにあったりすることもあったりして、もうそうしたら両方入るぐらい大好きで、野菜とか結構地元の方が買ったりされると思うんですけど、私はメインで見るのは和菓子エリアで、和菓子コーナー、地元の人が手作りした名前が入ってる和菓子がなんかそれぞれの土地のなんか特色が出てるというか、そのデパートだとかスーパーとは違ういろんなその個性的な和菓子だとかがあって、で、よもぎ系も美味しいですし、私がもう特に本当に大好きなのが福井の方ですね。滋賀福井あたりにある道の駅でピンクのかなり鮮やかな赤に近いピンクみたいな色の羊羹があって、でなんか別になんかそれについての説明とかが特に書いてあるわけじゃなくて、もうただただすっごい鮮やかなピンクの羊羹がもう多分20年以上前からあって、今あるのかわからないんですけど、少なくとも10年前の段階ではまだあった気がするんですけど、味は普通の羊羹と同じなんですけど、ちょっと爽やかな気がします。なんかなんていうんだろう、甘すぎないというか、甘さ抑えめな感じ。多分そのピンクってことは普通のその赤小豆っていうか黒い小豆じゃなくて、白あんにその色素を入れてると思うんですよ。だから白あんというか、これ想像なんですけど、白あんっぽい羊羹だから普通のよりさっぱり感じるのかなと思ってるんですけど、本当に特に詳細書いてないんでわからないんですが、本当なんかそれがすごい美味しくて、ですぐ食べても美味しいし、冷蔵庫に入れておくとなんかシャリシャリのその砂糖部分が結晶化してシャリシャリしたコーティングがされた羊羹みたいになるんですよ。でそれはそれで好きなんで、結構たくさん買ってその場で食べる、すぐ食べる、その日のうちに食べるのと、ちょっと結晶化させて食べるのとみたいな。でも甘さだったら多分2,3 本は1回で小さいですけど、その一切れみたいなを 2,3 切れだったら別に食べれるようなさっぱり加減ですね。あとそこに売ってるでっち羊羹っていう羊羹があって、このでっち羊羹は別にその道の駅じゃなくても割とその一般名称というか一般的な普通の羊羹ほどは見ないですけど、味は蒸し羊羹みたいなクリームし羊羹に近いですね。だけどそれを木の皮で包んであって、なんでその木のいい香りが羊羹に移ってて、で普通の羊羹よりもかなり薄いんですよ、分厚さが。多分羊羹になるその元のその液体状のものを
その木の皮に流して薄い、ほんと一番薄い部分、一番分厚い部分でも2センチもないぐらいの薄い平べったい羊羹ですっごいもっちもちなんですよ。ほんともちもちなんで、薄くて、でしかも甘さ控えめなんで、もうそれこそ1本というか1枚は1回で全然食べれるぐらいの甘さ控えめ加減、甘さ控えめな和菓子、もちもち和菓子が好きな人は絶対好きですね。すごい美味しい、シンプル、本当にシンプルで美味しいですね。なんか普通の羊羹との違いが、なんかそのでっち羊羹ってなんでそういう名前かっていうと、その江戸時代にその江戸の方にでっち奉公、奉公人としてその田舎の方から出て行って、で働いて、で故郷に帰る時に手土産みたいな形で持って帰るのに使って持って帰るみたいな、そういう習慣があったみたいで、なんか普通のそのよくある羊羹って、その昔お砂糖が貴重だった時代にあえてその貴重な砂糖を大量に使うことで、高級品というか贈答用だったり高級なものとして普通の羊羹は使われてたんで、なんで今でもとらやだとかそういう老舗和菓子屋さんでよく売ってるような、一般的な羊羹ってすごい甘いじゃないですか。あれは昔その江戸時代だとかは甘ければ甘いほどその高級なちゃんとした羊羹みたいな、そういう意味合いがあって甘かったんですけど、そのでっち羊羹はその奉公に出ている人が持って帰る時に、身内に手土産で渡すようなんで、少しその砂糖を使う量を減らして甘さは控えめにしたものだったんで、その甘さ控えめのまま今でもその残ってるんですけど、現代の感覚からすると結構甘さ控えめでそれはそれで人気あるじゃないですか今って。だからある意味その偶然その今っぽいというか、その甘さ控えめなのが好きな層には刺さるちょうどいい美味し甘さで、本当に私はもう見るたびに買うぐらい大好きなんで、そうですね、道の駅の話って言って和菓子の話にそれてったんですけど、またどこかで道の駅の話もっとするかもしれないですが、とりあえず今日はでっち羊羹すごいおすすめなんで、皆さん見つけたら、大抵道の駅は置いてる率が高くて、道の駅以外だとサービスエリアだとかスーパーでもたまに売ってる時はあるんで、見かけたらぜひ食べてみてくださいということで、今日は、この辺りにします。ちょっとでもいいなと思ってくださった方は、いいねとチャンネル登録お願いします。では皆さんおやすみなさい。